皆さんこんにちは。昨日の夕飯は角煮でしたか？いやいや傭兵、角煮を作るのって時間かかるんだよ。そう思う主婦層の方もいるかもしれません。私が自分で作っている角煮のレシピも下茹でで3時間、味付けで1時間、合計5時間の長時間を労します。そこで大事になってくるのがレトルトパック。これですね。レトルト食品、様々なものいっぱいあると思います。例えば有名な某セブンイレブンの金の豚の角煮、某ファミリーマートの3種の醤油仕立て角煮、ローソンのナスビ低監修豚の角煮、レトルトパックされた豚の角煮、あれすっげー便利ですよね。湯煎したり電子レンジでチンして温めたりして、そしたらすぐ豚の角煮ができる。買って温めて食べる。お金いつ出すんじゃいみたいなね。まあそういう風にレトルト角煮ってめちゃくちゃ美味しいんですよ。わかります？でもその分値段が高い。そこネックですよね。コンビニの豚の角煮なんてもうだいたい400円から500円なんてするのは当たり前なんですけどね。まあ400円500円であんな手軽さと美味しさを手に入れられるんだったら全然プライスレスですよね。はい。なんですけど、私こう見えて角煮評論家、角煮研究家、そちらを名乗らせていただいておりますが、そんな時に気になるんじゃないでしょうか。いや、コンビニで買えるのもいいけど、もっと美味しいの知りたい。でも自分で作るのめんどくさい。いやいや待ってくれよと。コンビニ担当の商品開発部の人、もうヒーヒー言って涙目ですよ。もうそんなら自分で作ってくださいと。私たちこれ以上はできませんと。まあそういった中でね、でも400円500円しょうがないから出せるかを always 超えてくるこちらで、オキハムさんの黒豚ラフテイドテイ。なので今日は沖縄のスーパーでこちらを発見いたしました。こちらお値段1000円でございます。2倍なんとですね、 Amazon で確認したところ、確認だけ送料込みで3000円いきました高くない？初めてヒマラヤ山脈を見た時と同じ感想ですよ。見たことないけど、実質2倍の値段でちょっと持って6倍の値段、その値段に見合う味がするのかいっていうのをね、皆さん気になってると思いますので、私の味覚、嗅覚、視覚、言葉で伝えたいと思いますので、早速温めていきたいと思います。はい、こちらですね、黒豚ラフテイ。このようにご丁寧に箱に入っております。箱の中身はこんなもの。あららららら、真っ白すぎる。作り方的には湯煎でだいたい水を入れたお湯を沸騰させて5分から10分で、一応今日はね、比較のためにこちらドンチンジャオ、ドンチンジャオじゃなくて、じゃーん。ちょっとフィルムが邪魔で見えづらいかと思うんですけど、こちら中にもともと作っておいた豚の角煮を入れておりますので、こちらも一緒に湯煎してどっちが美味しいのか、こちらも徹底検証していきたいと思います。それでは黒豚ラフテイいってらっしゃい。どうせだったら一緒に温めておこう。オーケー。バルタン星人。いい匂いがする。さあどうなってんの？まずは見てこの油。こちらの透明な層が油ですね。では肉はどうなってんだい？なるほどね。薄いです、薄い。俺のお世話になった先生の頭ぐらい。薄くない。そこまでは薄い。ごめん。こちらが、黒豚ラフテーの全貌でございます。おおむね美味しそう。死に失礼。比較までにこれが私の、こぼれたラフテーじゃん。作ったラフテー。すっごいプルプル。これやばい。まず大きさからして勝ち誇って、いっちゃった。はい、じゃあね、もう早速ね、シニアさっさ、シニアさんどうやわ。きしゃびよなラフテー焼くと、シニアさんどうや。やーさんっていうのは、口がない人のことじゃなくて、沖縄の方言でお腹すいたって意味なので、以後お見知りおきを。で、これがね、ヨヘズラフテイ。これがオキハムのラフテーですね。で、今日はもう分かりやすいように5つの項目で美味しさ評価をしていきたいと思います。見た目、食感、味の濃さ、ジューシーさ、油っぽさ。この5つの項目を5段階評価でいきたいと思いますので、もう食べていきましょうか。いただきます。ということで、じゃあね、まず手張りでいきたいと思います。
すっごい柔らしかったよ。柔らかしてよ。まずは傭兵の豚の角煮からね。タレが染みたご飯を両南の池上のディフェンスぐらい安定してる。めちゃくちゃ美味しい。見た目はね、もう完璧なんです。全部俺が作ったっていうのもあって、肉の種類、油の層の見た目も全部自分で選べたんですけど、それもあって見た目バッチグーですね。見た目は星4といきましょうか。はい、星4。見た目星4。続いて沖ハムさんの黒豚ラフテー。こちらは大きさ的には薄いです。こういう風に自分のと比較した時に全然薄いです。普通に一般的な食べやすいやつで、一応脂身の層とかもバッチグーですね。見た目は比較すると分かるんですけど、俺のやつは少し黒っぽいで、こちらは茶色っぽい、それの違いがあると思いますので、見た目食欲そそるのはどっちかというと沖ハムさんの茶色っぽさかな。どっちかというとなんか俺のやつ黒ずんでるって感じがする。沖ハムさんの見た目も最高5点にしちゃう。沖ハムのやつね、なんか煮汁がとろみあるからさ、絡みついてくる。これご飯わかった。一応どっちも美味しいんだけど、まず食感ね。柔らかさ、噛み応え、脂身と赤身のバランスなんですけど、自分が作ったやつは赤身と脂身のバランスを考慮して層がまばらになってる。皮、脂身、赤身、脂身、赤身のこの5層がバランスよくなってるのを選んでたんで、食感で言ったら脂身の柔らかすぎず赤身の硬すぎずみたいな、ちょうどいいぐらいですね。これは5点ですね。で、沖ハムのやつの食感がちょっと赤身硬いで、多分これ常温保存してるってことは機密性容器に密封して加圧加熱殺菌って書いてあるんで、もしかしたら分かんないけどレトルトパックに入れてそれを圧力鍋にぶち込んでるっていう可能性があって、ちょっともしかしたら火強いよやめてみたいな感じでちょっと赤身の水分が抜けて硬くなったかもしれないし、で一応考えられるのが今俺が食べたところが偶然それだったってこと。豚も肉だからさ、個体差があるから、それによってもしかしたら今硬い方に当たったけど、わかんないけど、これは食感は3点です。はい、沖ハムのやつ3点で、一応味の濃さ、塩気と甘み、味のバランスなんですけど、俺は沖ハムのやつが好き。なんでかっていうと、俺のやつちょっとね甘くしすぎたっぽいちょっと甘党の人だったら上等なんだけど、ご飯と一緒に食べてどっちも美味しいっていうのはそうなんだけど、それでもやっぱ沖ハムのやつはちょっとしょっぱい系の沖ハムのやつの味が好き。いやー、だから沖ハムのやつの味は5点、俺のやつは4点ぐらい。今後もう少し砂糖の量減らしてみます。ジューシーさね。ジューシーさっていうのは赤身の肉自体にどれだけ水分を保ってるか、そして脂身はちゃんと柔らかくとろっとしてゴムみたいに硬くないかっていうところが評価基準なんだけど、これに関してはね、沖ハムのやつは3点、俺のやつは5点。これは間違いない。これもう自分でも言える。自分で作ったっていうのがあるから、その思い入れ補正が入ってるからかもしれんけど、同じタイミングで優先して、同じタイミングでサムネイル撮影して、同じタイミングで今食卓に並んでて、これなんで熱して冷めるっていうのは同じタイミングだと思うんで、ちょっと硬いけどでも美味しいよ。美味しいのはもちろんなんで、これわかるかな。赤身はなんていうのかな、ほろっとしてる。沖ハムのやつはほらほろっとしてる。ほら崩れていくみたいな、そういう感じ。どっちかというとツナみたいな食感。ツナってホロホロってほぐれて崩れていくさ、信楽機械その崩れるじゃなくて、俺のやつはなんか一応ほぐれるんだけど、なんか難しい。あとこれ赤身と脂身の比率っていうのもあるけど、そうこれあと断面見てもらったら一番わかりやすいんじゃないかな。こういう感じでちょっとわかるかな。ツナ感出てるさ。そうだ、美味しいんだけど、比較した時に傭兵のやつに軍配上がりましたお前自分のだからだろうっていうのはなしで、
はい。で、あと最後ね、油分の感じ。これ油っぽさなんですけど、どっちも油っぽいんだけど、そりゃね、豚バラ肉だから。余辺のやつは1個がでかいから油は多い。でも、脂身の油分は落としてプルプルにしたから、くどいけど食べれなくはない。で、沖縄のやつはシンプルに俺が食べたところが赤身ってだからかわかんないし、なんとも言えないけど、油分、油っぽさはない。油っぽさは少ない。ただ、煮汁見たらわかるんだけどさ、最初沖縄のやつさ、透明な油の層とタレの層が分かれてたんだよね。だからそこでちょっと油っぽいなって思いました。まあそれもしょうがないさ。俺は下茹でをした後に煮汁で味付けしてるわけさ。でも多分これって完全に密封しないと常温で保存できないはずだから、全部調味料も生の肉も炊き込んで加熱してるって可能性があって、もう分かんないよ。俺食品系のこと分かんないから。ね、そうだったとしたら、そりゃ油が煮汁に浮かび上がるほどくどいっていうのはしょうがない。ということでまあ結果こんな感じですが、まあ何が言いたかったかっていうと、角煮美味しいからもうめっちゃ食べたい。でもどっちも好きなんだけど、こっちの方がさ、缶詰感、レトルト感は出る。当たり前さ。だってレトルトパックだもん。俺のやつは作ったものを保存してやるだけだから。そう、なんていうのか難しいけど、まあ、汲み取ってほしい。なんだろうこの味。生姜入れてるから米発酵調味料って何なんだろうね。みりんとかそういう系かな。それでこの味なのかな。でも美味しい。でちょっとさ、意見交流会していい？沖ハムの煮汁とヨヘハムの煮汁、ヨヘハムの角煮と沖ハムの煮汁に泳がすと、そしたらもう絶対美味しいさ。味と食感、ふわふわさ。うまっいいね。時間経てば経つほどわかる。カッチコチだなこの中に。しょうがないけどさ、なんかジャーキーっぽい。うまっ。なんでか知らんけどさ、すき焼き食べた後と同じ食感っていうか感覚。なんでこれ口の中を覆い隠すこのすき焼き感。なんだろうね。これほぼすき焼きなんじゃないみたいなね。ということで Amazon で調べて買ってみてください。ぜひ気になる方はね。正直言うと某コンビニ3社のやつとあまり大差はないし、俺でも多分一番それで言うんだったらローソンのやつは好き。はい。ということでバイバイ。お腹空いたな。ごちそうさまでした。俺今お腹空いたって言った。違う。いい感じの満たした。